そんな生き方してきて、幸せですかって、もう号泣このチャンネルを見てあなたもマンネリ人生脱出。ニューヨークより人生がちょっと楽しくなるような情報をお届けしています。はい、今日は何喋りますか？今日は、数年前に行った自己啓発っていうかなのセミナーですごい体験をしたから、それちょっとシェアしたいなと思って。いいですね、体験シリーズやな、どうぞ。すごいいいこと聞いて、はい、これは、今ね、もう20代も含め30代、40代50代の人を聞いて考えてみたらめっちゃいいかなと思うねんけど、何を聞いたかっていうと、人間って自分がこの人にはなれないっていうね人を勝手に想像して無意識のうちに、それを避けて人生設計してるねんって。そうなん？なりたい人になるんちゃうの？いや、そう思うやろ。私もそうずっと思っててん、でももうめっちゃそれで謎が解けたことがあるのよ。何？ちょっと興味深いわ。そうだから私の例があるからこれ本当やと思う、でなぜかっていうと、私ずっとなんでこんなサルサみたいな、サルサシンガーです。そうそう、元サルサシンガーで、なんでこんなめんどくさい音楽、どうめんどくさいかっていうと、まずスペイン語で、インプロビゼーションしなきゃいけない。インプロっていうのはアドリブね。アドリブで即興で歌わなきゃいけないね、もうそれとまずスペイン語で歌うっていうのも、もうあれやんか、ハードル高いやんか。でプラス男ばっかり、女全然おれへん。そうやな。そう、サルサ言うてあんま女のミュージシャンおれへんもんな。そう、しかもラティーノ相手やから、もうめちゃめちゃ大変やって、みんなラテン系の人ね、そうよ、なかなか厳しいからな。日本人と仕事してる人はラッキーよ本当にまあいい人もいっぱいおるけどね、もちろん、もちろんそう、でだからそれがずっと分からへんかったんやけど、これで分かったのよ。何これでね、どうやるかって言うたら、まず幼少期、思春期、働き出してからすぐの20代若い時ね、に起こった傷ついた出来事っていうのを一個ずつ書き出せって言われて。なるほど。まあ何個書いてもいいんやろうと思うけど、こんがらがらないように一個ずつがいいかと思います、で書けって言われて、私の場合は、幼少期は私小学校1年生の入学式の次の日、もう第1日目に日本でバインダー作るやん、2個穴開いてて、なんかプラスチックのやつ通してさ、あるやん、あれは作られへんかって私、で小学校の先生にな、もう何も話聞いてへんからこんなんもできへんねん、バーンってビンタされて。ひどいな。1日目やで、1日目ひどいな。でもさ、当たり前で昭和の時って。まあ昭和ね。そう、今やったらもう大問題やね。大問題や。そうで、それやん、で、思春期の時は、中学校って雑誌とか持ってたらあかんって言われて禁止されててんけど、でもみんな持っていくやん、ほんならそれが先生に見つかって、ほんならその先生がもうクラスのみんなの前で、大体こういうのはこういうのを読むやつはブサイクなんだって言われたの、みんなの前で。で、次はその20歳ぐらいの時に、私も学生の時からジャズクラブとかで歌っててんけど、誰に言われたんか覚えてないけど、歌はうまいねんけど顔がなって言われた。誰やねんそんな、大阪のおっさんやの。絶対知ってる。私覚えてない、誰に言われたか本当覚えてないの、悔しいわ、覚えてない歌ったのにって思うけど、で次に何をしろって言われたかっていうと、じゃあその3つ挙げた出来事はどんな人ですかって。どんな人って何？その3つ挙げた出来事は、そう例えばね、小学校1年生の1日目に、こんなこともできへんのかって言われたやん、それってできない人やん。ね、で中学の時にこんなん大体読むのはブサイクなんだって言われて、可愛くない人やん、で歌うまいけど顔がなって言われたのは、まあ美人じゃないとかさ、ね、そういう人じゃないです。そういう人でしょ、そうだね、ね。で次に何をするかっていうと、その
できる人じゃない、うん、できない人、うん、可愛くない、うん、美人じゃない、うん、まあブサイクって言ったら簡単やねんけどの反対人物ってどんな人ですか？できる、何でもできる人、何でもできる人、美人な人、可愛い人、これを私は避けて生きてきてたの。どういうこと？だからサルサやねん。なんで？なんでサルサかって言うたら、もうその時私大阪で歌い始めてんけど、その時にスペイン語で歌える歌手って多分私だけだったのね、スペイン語喋れるもんな、喋れたもんね、当時から。そう、それでだからさ、もうすでにトップなわけよ。そうやな。オートマティカリートップ。できる人じゃないけどできる人やもんな。そう、実際全然歌えてなかった、あの頃はね、歌えるのでアメリカ来てからやから、で可愛くない、可愛いで勝負せんでいいや、もう私しかおれへん、ね、そうや、もうそこがドンピシャなスポットだったの、でもその当時そんな思ってない、分かってる、そんなことで選んでない。そう、私はもうめっちゃこの音楽が好きでやりたいと思ってやってるってほんま数年前までずっと思ってたもん、これやるまで、思っててんけどで、アメリカに来た理由も、あの当時はもうアメリカで絶対サルサ歌手として勝負したんねんとかって言うてて、ほんまにそう思ってて、そのつもりやってんけど、今から考えたら、もう日本では可愛くないからもうモテないから、でもアメリカに行ったらなんか誰かが可愛いと思ってくれて、誰か好いてくれるんじゃないかなって、私それやったと思うね。わかるわ、なんかわかるような気がする。でしかも、ニューヨークのサルサシーンってすごい男社会やもんな。もうバリバリよ。女の人あんまりおれへんの、ミュージシャンも。そうで、いつもどこ行ってもこう言ってんやと思うな。もう私だけ、そうだからすごいなんかある意味どっかで自分もってなんかこう本気で相手にされなくていいっていう、わかる？もうここのできない人、可愛くない人さえ見せられなかったら、今から思えばね、そうだったんだなって思うのよね、それでそれが分かって、私ハッとしたのよ、私ほんまにずーっと悩んでたから、ずーっとなんか違うな、なんでこんなしんどい音楽やってんねやろ、なんで日本語で歌わないんだろう、ずーっと謎だったのよ。心からねの情熱が湧き上がって歌わずにいられないって自分では思ってるけど、そうなんかちょっと違うなって思ってるね。そう、全然ちゃうねん、でどんどん面白くなくなっていってて、ほんと悩んでた時期が長かったのね、もうこれでもうバーンって分かって、でその次にさセミナーリーダーに言われて、そんな生き方してきて、幸せですかって、もう号泣確かにね、すごい楽しい経験させてもらったし、いろんなところでもできたし、いろんなところ行ったし、強くなったし、もうびっくりするようなことでももうびっくりしなくなったけど、なんかね、どっか心の底ですごい寂しかったのよね、なんかちゃうなっていうのがずっと拭えなくて、その後旅行行ったやんか、でそのカリブのさすごい綺麗な海を見ながら、あ、帰ったら金曜日ギブあるわって、ギブでライブのお話ね、ライブあるわって思った途端にもうやりたくないと思ったのよ、心が叫んだのよ、でもうその次の日に電話しました、皆さんに。もうやめますって、潔いな。でももう心の叫びやもんな。そう、向こう2ヶ月分はキャンセルしたらかわいそうかなと思ってそれだけはやったけど、もうその後のはね、その後入ってたの全部キャンセルして、もうすっぱりやめて、Facebook も閉じて Instagram も閉じてやめたのよ、やめたな、それでね、でやめて、私やめる時やっぱ怖かってんやんか、後悔するかなって思って、こんだけやりたくてずっと自分が人生の半分以上費やしてきたことでしょ、すごい勇気いったのよ。だからFacebook も決して見ないように、したんだけど、もうところがどっこい全然後悔せへんかったよかったね。そうやねそう、だからね、これやってほしいなと思って、ちょっとあれ今ずっとやってきたことがあれなんかちょっとしっくりけえへんなと思ったり、ちょっと自分が思い描いたものと違うなとか、なんかさっき陽子ちゃんみたいにちょっと寂しいなとか、うまくいっててもどっか寂しいなと思う人にはね、この本当にやりたくてやってることなのか、自分が
いいように言うたらこう楽して生きれるような、自分のトラウマをこう避けていけれるようなものを選んでるのかっていうのを調べてみるのがいいかもね。そうすごいおすすめです、でもね気をつけてね、これ分かってしまうともうそこは避けて通れませんから、なれない自分になるように、ならなくてもいいんだけど、自分のねこう生き方っていうのを見直す機会にはなると思う。そうだね、で、じゃあどうやってやったらいいかおさらいね。おさらいしましょう、はい。まず、幼少期、思春期、社会人になりたてのこの3つの時期に言われたりあった傷ついたこと、これを書き出しましょう、でその傷ついた出来事はどんな人、さっき言ってその傷ついた人、書き出したその人を客観的に見てどういう人か、そういうことです、ありがとうございます、こんなこともできへんはできない人とかね、このブスって言われたらブス、ねで言ってそれを書き出したらその反対の人を想像しましょう、私の場合はできる人、可愛い人、美人でしたね、それがあなたが勝手に決めたなれない人像なんです、美人で何でもできる人、そう、でそれを避けて生きてきてる可能性が高いです、もしくはこうイージーなね、そう無理して陽子ちゃんみたいに無理してそれにフィットするようなところに自分を押し込んでいってるかもしれへんしね。そう、でもすごいと思わへん、すんごい納得したねえ、だから、ぜひこれ自分でできるのでぜひやってみてください。そうですね、ちょっと自分の人生をここで立ち止まってそういう見方をするのもね、いいかもしれません。やってみて。はい、やります楽しそう。なんかうわもう全部やめとったらどうするらしい私はい、ということで今日はここまでです。この話がいいなって思ってためになったなっていう人はいいねボタンください。それとチャンネル登録もよろしく、頑張ってます。あとコメントも励みになるのでください、よろしくお願いします。はい、ということで、毎週木曜日午後6時、ニューヨークは午前4時に、更新しています。また来週お会いいたしましょう。はい、じゃあね、バイバイ。